ハローこんにちは。 T1vs KT4 試合目 T1 ブルーサイドです。3試合目はね構成通りうまくいかなかった。構成ギャップに見えたけどレーン勝つ前提だったんでしょうがないですね。 T1 でも T1 これブルーサイドだから好きなチャンピオンを選べるし、最初にピックバンしやすいはず。ここ3年ぐらいずっとみんなブルーサイド選ぶよね。基本9割方ブルーサイド選びます。なので T1 はブルーサイド2回連続取れるので圧倒的有利で、 T1 はトリスターナのアンサーがないということでトリスターナ版、アジールがアンサーなんだけどアジールバンされ始めたから KT はここでトリスターナ以外何を使う？ BDD がねトリスターナ以外は微妙だったからね。でもフェイカー、アジール以外どうなる？ニーコぶっ込み構成、ノクターンも使えるぞ T1 は。ニーコ、カイサー、ノクターン、これが鍵になります。でそれを KT が取るのかだよね、自分たちが。ニーコ取るってことはもう突っ込んでくるって構成だから KT はそれに対して一旦ザヤ、安全な ADC が必要。で一旦ラカンも突っ込めるからね。ラカンを自分たちが取ってレンズラカンうまかったし、ザヤラカンだからシナジーもある。で T1 はカイサよりかはゼリ。おいゼリここまで全然やってこなかったのに。おっとぶっ込み構成やめましたね。ゼリザヤじゃもう無理だってことだ。相手がザヤ取るんだったらぶっ込み構成無理だから T1 変えました構成。でもこうなるとちょっとニーコが浮くよね。浮けはしねえか。結局 CC はどの相手でも強いし、無理に T1 ぶっ込み構成は取りません。で KT ここでジャングルレル。It's only been Canyon, right? Yeah. Who's actually played it in the jungle. Has looked pretty good in his hands, but maybe it's just a Canyon thing. こうなるとジャングルをどうなるかだよね。さっきはカジックスで一旦 KT ノクターンバンします。ノクターンがアルティメット使うと見えなくなるから周りがニコが入りやすくなるのでノクターンを警戒。トリスターナをバンする T1、 ニコが飛ばされる可能性もあるしね。ハリアI don't think you're going to be too sad as T1, right? I think Viego also holds a lot of power. We've seen the Viego-Nico combo actually be quite strong. As the Talia is going to get taken away. これポッピーだよな T1 は。でも KT はさすがにバンしそう。さっきもセカンドローテーションでバンしてたし。ラカンレール相手はマジでポッピーなんだよね。リーシンバンポッピー取るのかな KT。ポッピー開けんの取らせるの T1 取るぞ。取らないのかな。いやさすがに KT 盗塁はしないよね。リサンドラ今回のパッチで確かにバフはされてるが誰もピックしねえ。結構でかいバフだったんだけどね、アルティメットの回復とかだっけ。あと Q がスロー入る全部。でもね T1 ポッピーだよね。ポッピー Wait what? リーシンバンポッピーノーバンザヤ以外全部刺さるやんポッピー。なんかあるんだろうけどね。さすがにポッピーピックするのは分かってるはずよ。でグラガスジャックス、おおライズキン呼ばれた。ライズの声が聞こえたか。いつだっけフェイカー2年前だっけ去年だっけ。去年だよな確か。いきなり世界大会で14の時にライズ出して誰も使ってなかったのにインタビューでなんでライズ使ったんですかって聞かれて
ライズが呼んでた。他のチームがライズ真似するわけよ。サイラスのカウンターだったから。それでファッキンフィードしてたの。キン、お前はライズを使う側なのか、それとも使われる側なのか、どっちだ。Hello こんにちは。 T1vs KT 3試合目が過ぎて4試合目です。 T1 あと1回勝てば決勝進出、そして世界大会が決まる。お願いだ、勝ってくれ。お前ら KT 応援しろ。 KT は応援されてる時が一番弱え。よし KT 頑張れ。いいぞ。ラカンフラッシュダウン、しかも HP これでタイミング完璧。えぐ、ワードに映ってねえのにタイミングバッチリだったね。もうレーンボコボコです。ザヤラカンで構成がですね、 T1 まずダメージが大丈夫か問題がある。 CC はさっき全くなくて集団戦どうしようもなかったけど、今回は CC はあるっちゃあるね。まあメインエンゲージが基本2個だけだからちょっと不安ではあるけど、でもダメージが少ねえ。それよりもポッピー2個ダメージないからな。後半弱いし、ゼリー頼りになるね。ゼリルルだね。グマヨシにかかってるこの試合マジで。一方 KT は 4AP レルって AP だっけ。こっちもこっちでなんか構成がおかしいよね。トップ AP 珍しいで、ライズだ。グラガス相手ライズどうなんだろう。ライズってメレー相手強いんだよ。でもグラガスはメレーだけどサステンがあるメレーだし Q あるからファーム食えるんだよね。ガチのベタ足をボコすのに得意だけど。おっとオーナージャングル入っていく。これレル相手よくやるよね。取ったポッピー地味に強い。レルの CC は畑落とせるから W で見て簡単に落とせるんで、レルのカウンターだよね。集団戦どうだろうねこのライズ。まずポッピーが本当ラカンレルを完璧にカウンターするからアリもやりづらいだろうし、ポッピーをバンしなかった理由がよくわからん。ボトムがすごい重要なんだけど T1 はレベル1から有利取ってグマ足はほぼ確定ですくすく育っていきますよ。 T1 これで ADC こけたら終わりだったけど ADC のファーム差がすごい。しかも HP の差がすごいです。これ連戦がギャンクすらできん。レールは助けられんこの連。KT はこのウェーブで帰るしかないですね。キャノンウェーブなので多少ロストはあるけど、でもここでバックするとゼリのアイテム差がすごい出るね。いやーでもこれ帰れない。ゼリとルルがプッシュ早くて、これがプッシュ遅かったら帰る時間あったけど今から帰っても結局全部失うんで一旦ステイする。でもこれステイするとまあでもラカンのサステンがあるのか。ラカンのQ次第。ザヤマナはクッキーがあるんで、でもザヤ帰らないといけないで、グラガスは普通にファーム食えてますね。ライズ相手。ライズめっちゃレーン強いです。トップレーンでは。On to Zeus. I had to sneak it. It's a bit early for that, you know, boy. I thought we'd maybe get one or two, you know, out of you this weekend, but you know. I was expecting it today. ミッドフェイカー CS めっちゃ勝ってるね。ニーコが本当レーンは強い。ジャンプあり弱くて。Zeus does have flash available. Yeah, he's considering moving down to put in his trinket ward. Does get it in. いけるのか。ライズは EW の確定スネアはある。あ、これまずいぞ。ああ、しっかり見る。フェイカーギリギリで避ける。ラカンミッドでも見えた。フェイカー
アーリのチャーム見てから W でね、分身にチャーム食らわせたら完璧なカウンターだね。今間に合わなかったけど。アーリ相手強気でいけんな。メレーミニオンに化けてやがるフェイカー。おかバグってるってあのミニオン。But because bot lane is an absolute disaster, every time that Cuz shows somewhere that isn't bot, like Guma and Carry are gonna get either another like これゼリになってた方がいいのかな。通常攻撃のアニメーションがゼリが食いやすいのかね。すぐ届くから。ベルコーズの通常攻撃のアニメーションもいいよね。おお、避けるところに打ってるフェイカー。敵のサイドステップを予測しているぞ。マインドゲーム。BDD has already teleported, and so therefore, all of this damage pretty relevant. Yeah, I mean the fact that aiming gets away with farming ポ this ッ out. ピー簡単にインベードできますね、レル相手。捕まらないな。レルのスキルをまず食らわん。ラカンもね、W で捕まえなきゃいけないけど、ポッピーが W 見て余裕でいなせるから。いやー、ここでエンゲージしたけどもこのエンゲージで逆にザヤがやられる。でポッピーは1対1有利だから、でアーリが来ることを予測してます。ワードには映ってないけど、これアーリ行くよと。ミッドウェーブ的にもアーリが行けるタイミングだし、いやー警戒はしてたんだけどね、ピンは出してたんだけど、でもグマヨシ1キルで2キルも取れそう。もともと連戦しばいてたし、今ザヤは HP がないからファーム食ってる。グマシなんかスキル見せたぞグマ。 What the fuck? Wait, what? はQフラッシュしなかった。Qフラッシュが出るか分かんないけど、なんか出てなかった。Q がその場で発動してたように見えた。いやー、そこで死ななければね、ファーム食えてってか、なんならうまくやったらキル取れてそうだったし、おおでもトップの CS はライズがやっぱ有利だね。連強いわ。CS 差つけられてるグラガス 20CS 以上400ゴールド1キル以上は差がつけられている。でもそれ以上にフェイカーが BDD しばいてますね。でもアーリがね一応ボトム行ってキル取ってきちゃったな。アーリがいるの分かってたのに1キル1足はちょっと気分が悪いっていうのはフェイカー。でも常に T1 ボトム狙えます。もうゼリーが育つことが大前提。有利マッチアップだしね、連勝ってるわけだから。プレッシャー与えて敵のジャングラーが来たら下がる。来ない間タワー殴る。ラカンがこの HP じゃフォローアップができない。ポッピー飛ばしたリオ。いやーちょっと待って、ちょっとうわめっちゃビリビリいってっけどダメージがない。これでトリプルキルとか取ったらおもろかったな。おっしー。いやーミッドフリーフェイカーソロタワープレートアーリCS10 分で 60CS ソロ級ですか。ブリンク読みの BDD 心理戦ずっと負けてる。 T11 枚上手だ。スキルショットの読み合いがあえて避けない。うまい相手はあえて避けん。トップはもう耐えればいい。グラガスそういうジャンプ、何が来ても耐えるっていうマインド。ジャックスが来る可能性も高かったしね。
Alright, Cuz here doesn't have ultimate. Like, there's just no real way for him to find an angle here, as there's a ward on this Herald, so they have full information. Keen still doesn't have his Realm Warp back. It's on a really long cooldown early on in the game, but he's still going to be able to get enough prio here to collapse over. Aiming has ult back up. This is an opportunity here for KT if they group up fast. あ、750ゴールドですよ、それ。サポートがそれをアップグレードすることはかなわないのに、2キル半分のアイテムが消えた。And we do have TP available here for both Faker and BDD. BDD already halfway through the map. Zeus has this time been the sacrificial lamb. That's to go for the blind pick. And as we see, Keen actually able to really do a wonderful job here. But Rise in lane is one thing. Also going to be looking towards how Keen is able to play it into some of the offensive threats and repositioning. It is available here for T1 as Keria gets it back in. Yeah, Ona in this area just wanting to make sure that the Rift Herald is still potentially under their control. Faker in the bottom lane, teleport available. フェイカーレベル勝ってるね。 T1 have these individual leads that are so hefty in every matchup. Obviously, besides top side, they can just say, "Oh, let's just delay Herald," and then Faker will keep pushing. 4AP だからな KT。どうなんだろう。基本 4AP 勝てないよ。Keen isn't able to get the same sort of value here into this Gragas, and KT are so slow to start this Herald up because T1 are. だから T1 はゼリ育ててザヤ腐らせればもう絶対勝ち。でボトムはゼリが有利取ってる。ポッピーが孤立する。でも大丈夫。でも相手避ける KT。ポッピーのことを追いかけに行く。ライズのアルティメット逆にこっちに行く。フェーズラッシュ。いやーでもヘラルドはさすがに取れない。ザヤにキルは良くない。 T1 取れるか。ギリ取れるか。 TP を狙うのか。おでも取れるね。取れるっちゃ取れる。まあワース。ギリワース。ボトムやられてるけど。ミッドタワー次で突進で取れるからファッキンワースだね。このミッドタワー取れるのでかいぞ。ニコが仕掛けやすくもなるな。擬態して。And I feel like for Lehens, you can see some of the frustrations of the nerves that are starting to come online a little bit for him in the series. The misclick on the sweeper there onto the stopwatch, which he's now sold. The engage here as well into Owner a little bit sloppy as he tries to go in. I think if they actually ゼリが持ってんのかヘラルドいいね。ゼリにお金入るじゃん。これ入りますよ。美味しすぎる。もうゼリーキャリー構成だからお互いに ADC にお金を集めないといけない。ミッドタワー早い。深いところにワードもレーンに置けるし圧倒的有利になれます。 T1 タワープレート差で1000ゴールド以上の差だ。KT, they do have a winning top side of the map for what feels like the first time in this series as well. So there are some differences. ボトム圧勝したね T1。 Certainly feels great for T1 at this point. しかもスタティックだからクリアが早いです。 50 CS in comparison to the 120 and the mid lane. Even worse of a story here for BDD. We haven't seen the Rise in a while, and I think the thing with isolated matchups is, right, if you're a Cassandra, you go down, you will still be able to provide value. If you're an Aatrox and you get fed, we know what he can do in team fights. We haven't seen Rise top for so long that I don't know how Keen is going to be able to play these fights. Like into Poppy and Gragas specifically, I feel like your positioning needs to be so crisp, because one misstep and you have to either flash. お互いに AP 濃いな。 Obviously, Rise turns into a absolute menace, terrifying machine gun of a champion if they can get to late, as we might have a 5v5 here for this fight. If T1 can Dragon 3秒。 breaks,
feeling really good. He just teleported bottom. He's gonna be behind on this play. I think T1 really have KT ライズを寄せます。トップ先に押し込んでるし、グラガス TP はある。ポッピー飛ば、うわー、フェイカー、ポッピーがレールを叩き落とした。逆に飛ばさなくてワース、逆に飛ばさずワース。グラガスウルト綺麗に決めた。ポッピーが刺さる、ポッピーの W 刺さった。チャーム当てる BDD。 しかし R ダメージがね、ポッピーウルト当てずに、これか。ポッピーのウルト2人飛ばして一気にフェイカーが入ってって人数有利つけようって感じだったけど、フェイカーの入りが良すぎて関係なかったね。これ外すのはちょっとやばいけどな。やっぱニーコのエンゲージ理不尽だね。視界が取れてないとこのニーコに反応するのが遅れるからどうしようもないな。Towards the play, and we did see in the picture-in-picture that KT still picked up the dragon, so it's a 2-4-0 when it comes to kills. The gold lead gonna remain firmly in T1's favor, but KT are still able to prevent the Drake stacking, and that's good because playing into a Zeri with Cloud Soul, I don't think is very fun and interactive gameplay. ライズアルティメット、ライズ怒りのフラッシュ W。 しかしフェイカーもスネアをかけてフラッシュも切らず、レルエンゲージするのか。逆にフェイカーのエンゲージだ。しかしフェイカータワーショットでやられる。おっとフェイカーがここで味方を道連れに、判断がやばい。ちょっと待ってフェイカー、それはちょっとやらかした。先週もあったな、勝ってるゲームフェイカーがのエンゲージやらかしてってのは。いやー、まあ基本フェイカーうまくやるけど、ここ最近ちょくちょく致命的なエンゲージするよね。うわー、これほぼ勝ち確だったのに今ので 4-0 エース、ほぼエース。What？ いやー、レルが4人まとめてた。タワー下でレルのカウンタープレーが強すぎたね。ミニオンもなかったから痛いよな、タワー。The team fight is a complete blowout, a 4-for-1 here, and Herald is about to come up here. If T1 can take that again, a 1K gold lead, it's nice, but it's not nearly. それでも T1 ゴールド有利なのは変わらず、でも1000ゴールド差に縮まった。レートゲームはちょっとダメージが T1 足りないような気がするんだよな。Feels like a bit of a stroke of genius now that we're looking towards these compositions moving into the later stages of the game to have this Rise that can throw spell flux all around the place and really do a lot of bounce damage. And we haven't really discussed it. We talked about it briefly earlier on, and then we haven't brought it back up again because it looked really doomed. But the side lane thread this Rise as well with Realm War, plus the Ahri, who's very safe in the side, allows you to have such really strong 1-3-1 here. KT も AP 濃いけどどうだろうね。いやでも単純に軽く負けすると思うけどな、 T1。7 stacks in here, soon to be 8 is going to give Keen that additional free level to get closer to 16. So he is going to be very relevant here for the rest of this game. The question is, will they be able to win these fights? Because the last fight they won, ライズが強いからね、レート。射程が短いのが弱点だけど、T1 のメンバー全員射程短いから、案外ライズがいきなりキャリーする可能性も全然ある。
And not going to be believing that that is anyone other than a potential Pop Blossom waiting in that brush. So でもまあポッピーが言うて構成はカウンターするからな、まあ戦い方次第なんじゃねえかな。結局ポッピーがウルトで飛ばしたりとかニーコのエンゲージがうまく決まったらゼリーが無双できるわけで、構成でどうこうっていうよりも本当お互いに自分たちがやりたいことができれば勝ち。でもライズはかなり厄介になるよこれ。The problem is you probably lose your whole team before you actually make it back, but you do. スプリットも強いしね、これライズのスプリット止めるやつがちょっと T1 レートゲームいないぞ。 Yeah, and you can bring all of your friends with you as well. I think you're onto something here, Atlas. I hope I'm not. I don't think I am. But you know, just a little bit of a tidbit. You know, something exciting. チームゲームでのライズのアルティメットはね、去年フェイカーがまた見せてくれたやつがあるじゃん。ミッドプレッシャーかけていきなりバロン行ったりドラゴン行ったりでオブジェクト取ってきたりとかするし、まあまあ厄介よ。全員で飛べるからなライズのウルト。It's pretty hard to actually start this one up early, even with Zeri, you know, getting so much plate gold early on. She's still sitting on 2 items matched by aiming with those kills going over. Just not enough control here for T1 to do it in this game. I mean, who knows if we go to 5, maybe it could happen, but look at the split push here from the Rise. Unanswered so far. He has teleport, he has realm warp, and it's so difficult. フェイカーのその擬態からのエンゲージに注目ではあるな。ワードにも化けられる。いやライズダメージえぐいぞ。 DPS は高いですからね、ほんとダメージが薄い構成に対してライズ強えよ。ライズ射程負けもしないしこの構成相手。 Certainly are. I mean, I'm kind of loving what this Rise is doing so far, but we're just gonna have to see a few more of these team fights because we have to remember that Gumayushi got very fed very early. He's got a lot of plates that he has built into items. So it does have a couple of them now. Still looking for that Hurricane, but he is still a massive threat, and T1 still have a gold advantage. It ain't over till it's over. Plus Poppy just T1 バロン触った。このシリーズでこの T1 のお箱の自滅バロンになるのか、それとも逆転バロンになるのか。このシリーズはあんまり無駄にバロンは触ってこなかったけど、いつもの T1 だ。一旦バロンを触る。一旦バロンを触って相手のミスを誘う。いやー決めたー。これはね、一旦叩いて相手次第なんだよね。相手がミスったらっていう様子見てる。バロン触って落ち着いて。ここ最近は事故るケースも多かったが、レヘンズが引っかかった。サポートがいない、ワードがない。 KT 視界が限られてる。人数も差がある。 T1 エンゲージ狙いたい。しかし CC は豊富ではないぞ。フェイカーエンゲージに見せる。当たった。ザヤ反応できず。 HP めっちゃ削ったザヤの HP。 フェイカーはやられる。フェイカーはやられる。これライズやべえ。これライズガチやばい。ライズ、うわポッピーが持ってくる。ゼリ次第だほんと。うわーうわー、いや見たこのライズの硬さとダメージ。16になったらこいつ軽くもっと上がるからやばいよ。やっぱザコジャンプだと思ったでしょライズ。これ構成がね T1 きついライズ。It's not enough, and I think they got 2 bingos on that one because they also got the Faker dies, but worth. And yeah, Faker is able to, with a really nice engage, pull them off. As this is Lehens here, falling for the. 俺かかった。He fell for the clone. Yeah. Sorry, クールな総理。 Aiming doesn't ult the Pop Blossom here, so takes a majority of his health bar. Yes, Faker will die for this, but he buys enough space here. だからサポートがやられてさ、逆にサポート失った側が勝つって先週もあったよな、よく。Will still escape with the Baron. Really nice catch here on the Keen, forcing out his stopwatch as well. And then Lehens coming in last second. Imagine if he would have been there the whole time.
ゼリにキルが集まってないのよ、問題は。でもバロンは取ってんのか T1。 そういえばバロン取ってたわ。ゼリにお金を。でもファームめっちゃ食ってる。でタワープレートもめっちゃ取ってたから、まあ育ってはいるか。キルはないけど育ってはいます。タワープレートでそういえばめっちゃ稼いでた。めっちゃ育ってやるなゼリ。キルが入ってないだけでファームが異次元だ。でもまあこのアイテムあったらまあゼリダメージ足りるか。飛ばす。タワーを確実に取りに行く。フェイカーのエンゲージ、グラガスのアルティメットと噛み合わない。またフェイカーのエンゲージで自滅するのか T1。 ラカンがエンゲージ狙うぞ。フェイカータワーを無視して自滅しすぎ。いやーこれグラガスがウルトでフォローアップ綺麗にできてたらよかったね。フェイカーのアイデアについてこなかったな。グラガスのウルトがテンポ遅れてた。あとタワーを多分壊せると思ったんだろうねフェイカーは。タワー壊すのが遅れたし、グラガスのフォローアップが遅れた。あでもあれが突っ込んできたからどうしようもないな今のは。あれがいいタイミングでブリンクしたからタワー壊せなかったね。いやーフェイカーがシェイカーしてるよ。バス揺らしてる。ポッピー、おポッピーダブル使った。やばいやばいやばい。ポッピーダブル使った。一旦離脱。 W が生命線。これないとエンゲージめっちゃ食らって終わる。でポッピー W 帰ってきた。ニーコのエンゲージ。オーマイファッキンガード。でもダメージが結局ダメージがない。取った。うわースマイトなかった。ポッピー壁ドンした時にスマイト敵のチャンピオンに使って終わった。グマヨシ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 テレポートでライズが来たー。おいライズなんだこいつライズスキル適当に打ちすぎやろ。いやーこの T1 のダメージの少なさが浮き彫りになっていきました。いやーあそこでレルのな CC がな通常攻撃の W の馬に乗るやつが刺さってストップアップとかが遅れてなゼリが無双しきれなかったな。いやこれ完璧なんよ。完璧なんだけどフォローアップがねグラガスのフォローアップどこ。フェイカーのウルトに合わせてグラガス E フラッシュウルトよ。グラガス何もやってねえやん。ゼウスさんドランを見習って。あグラガスチャーム食らってた。毎回 BDD がいいタイミングでカウンターしてくるな。おっとテレポートで逃げたぞフェイカー。ゴールドは未だに T1 が有利だけどもニーコはパワーが落ちる。ほんとダメージが少ない。チャンプでもゼリーがアイテムは出てます。ゼリーがアイテムは出てる。 ADC のアイテム差はあるぞ。でもライズレベル17バケモンです。
一旦バロン触る。ポッピーウルト、うわバロンに止められた。ポッピーのウルトでもキャンセル扱いだから20秒後ぐらいに帰ってくるぞ。なぜ帰ってくるかはちょっとライオットの調整よくわかんないけど OP だけど、一旦ミッドに戻る。これ T1 なんかしないといけないよ。ミッド押されてるしアクション起こす必要がある。一旦帰る。カニもあるからバロンは取られることはないだろう。グマユシにファームを集めたい。一旦お互いにウェーブクリアに戻ります。 KT2 分後ドラゴン4ドラリーチクラウドドラゴン。ラカンがとんでもないスピードでエンゲージ仕掛けてくるからポッピーの W 間に合わない可能性が高くなるね。Still completely open. Yeah, it's one of the closest games we've had in playoffs, straight up. And I mean, Keen 0 deaths, BDD 0 deaths, still 10 stacks of Dark Seal, and he's got his Void Staff now with Cosmic Drive in these longer fights. He actually really hurts. This is the RE build people have been asking. いやマジ T1 の勝ち要素はほんと一人を綺麗に連携して倒さんとダメだこれ。incredibly tanky and has aftershock, so he'll be fine. See the hesitation there as well. They don't want to engage onto him. Yeah, they know that if he just presses on. でもね結局ラカンレル落としてもその後負けるぜ。バックラインを捕まえなきゃいけない。もうニーコとグラのウルトしかないこれ。それかポッピーがウルトで飛ばしてだけど、ポッピーのウルト毎回警戒されてるよね。ポッピーのウルトが全然綺麗に決まらんや。ポッピーノーフラッシュだから壁ドンも決められん。唯一の確定エンゲージ消された。ポッピー一旦バロンを殴る。一旦殴る。一旦殴る。でも殴ってる間ダメージも食らうしレジスタンスも下がる。ポッピーウルト当てる。取るのか。フェイカーがチャームを食らう。ゾーニングはする。バローKT集団戦でも集団戦ゼリうわめっちゃ受けた。ゼリの反応神だけどダメージがどこ。 Where is fucking damn グラガーさん Are you drunk? こいつ酔っ払ってます。飲酒運転してますグラガスさん。あーキーンやっぱりライズキンお前も呼ばれてたか。また5試合行くの。ちょっと待ってよ。明日帰国する夫婦に会わなきゃいけねえのに。is amazing here because if that pop blossom hits 4 players, there's just no way. And unfortunately, Lehens here does escape with his life. フェイカーの手首限界だって。いやーでも序盤めっちゃ勝ってたのにね。あーフェイカーのエンゲージの自滅プレーがトップでの 4-0 交換が交換でもねえや一方的に取られてた。もうグラガスはマジでやることがないよね。やれることがウルトで持ってくるだけ。しかし CC が多くないからグラガス単体でエンゲージ仕掛けるには無理だからニーコに合わせるしかない。グラガスとライズのダメージ差なんか5倍はあると。一瞬のバーストはあるからね噛み合わせればいいんだけど。うわしかもザヤマルモティだ。マルモティウスバンシー騎士の力得れる。
ニーコとグラガスのワンコン能力がシャットダウンされてんね。あとはゼリ一人でキャリーできるかどうかなんだけど、足りねえだろうな。ビルドが結構ディフェンシブだし GA いってて、all it takes is one misstep, and there's still a chance here. It's not over until that Nexus falls, and we have seen crazier things. KT は4ドラを取ったってことは100万点エルダードラゴンがあるってことだ。Of this Rise, who's been level 18 for a while in the side lane, and Ari with big damage in the side lane as well. And what does Kane build next? Is it Void Staff? Yeah, it is. Okay. I was wondering whether he was just going to go for the Rabbit. 俺 T1 見たいよ。決勝で。Yeah, and then those are rookie. You gotta pump those numbers up. No, and it's not more of Malmodius on Gumayushi, right? Like he doesn't have that much MR. May as well go for it. But he's now got 2-0からのこれマジかよ。 can do absolute Zeri What the things. fuck? Aiming also has got 6 items. Rapid fire cannon going to be completed here. Been a while since we've ここ seen で that ライズ one. 出してキャリーする Wants to make sure キ that ー he ン has よ。 the range available for at least a few of these autos in a fight. The Knight's Vow here for Cuz is really, so valuable without no matter who he uses it on. ゼリー一旦フルビルド。しかし GA がまだ帰ってきてねえから一旦ファーム。フェイカー、ミニオン。これ行くぞ。いやー。ラーカンのエンゲージうまいけどポッピーが止めた。ポッピーが救ったがグラガスガチでやることない。5試合目です。 T1 戦全部5試合。おもろくなってきたやん。いやー序盤でもうね圧倒的だったんだけど、フェイカーのちょっと無理プレーでゲームが一気に傾いた。さすがエンターテイナーフェイカー。